今回は続きです。ということで、はい。じゃあさん、はい。前回撮った動画で、ちょっと解説のし忘れがございまして、ということで、今回続きになります。はい。ということで先生、前回、デモンストレーションを少しやっていただいたんですけど、ちょっと解説を込めて、もうちょっと派生していこうということで。そうですね。この間ちょっと少し重みの方を、私の考える重みですけど、伝えようとして、で、脱力っていうか、リラックスっていうか、そっちの方にちょっと、もうちょっと軸移して話をさせてもらおうかなと思いました。そうですね。はい、わかりました。脱力、リラックス。脱力とやっぱリラックス、なんかちょっとよく出てくるワードではあるんですけれども、言葉で言うと難しい部分。それね、語り出すとですね、もう物理的にないからですね、みんなそれぞれの概念をお持ちですので、もうちょっと、とりあえずもう、やってみてっていう形です。そうですね。はい。あくまで我々の考えるというか、はい、先生の考える中でということで、やりたいと思いますので。では、続きになります。ご覧ください。どうぞ。はい、ちょっとこれね、座骨ですね。座骨を立てて、背骨、もう足どうでもいいです。こうでもこうでも。座骨で立って、背骨を立てるというか。立腰、腰を立てるとかいう。あれ？多分押せない。これ今、骨盤寝かせました。で、この間力入れてたら簡単に押せるよね。で、相手の力をアースする。力を抜いて相手の力を流して地面に流すっていうと、これ。だけど多分押してる感覚はあると思うんだ。力は伝わらないっていうか。流されてるの分かるやろ、もう内田さんだったら。これこうやった瞬間にそう簡単にこう押せるから捕まえられるじゃないですか。でもただこれ流してるだけなんですよね。でそうではなくてちゃんと座骨で座りました。で、背骨が立ちました。で、多分押せなくなってると思うんだ。なんか手応えがない。手応えがなくなってますよね。間違ってるかもしれませんけど、自分の感覚としては、体幹が体幹の仕事してるっていうか、座骨と背骨が体を立たして支えてくれてるんで、腕の仕事ができるっていうか楽になる。押せるよね。当たった瞬間に手応えがあるでしょ。あれ。多分手応えがなくなってくるかと思うんですけど。これが、もう分かりやすいと、さこいって。こうなんじゃないですか。じゃなくて、ちょっとね、はい、これでいいですよ。とこう、多分。フリー。こう、背骨が立ってるので、四肢が余計な緊張をしなくていい。もうずいぶん昔でもないか、ヨガを習いに、ヨガを行ってた時代、習いに行ってた時代に、やっぱりこういうポーズとかした時に、やっぱりいろんなところに緊張が、バランスを取るために体中が無意識のうちにいろんなところに緊張をもたらしている。それが一本スッと線が通ると、なんか、いらない力が抜けるっていうか、手足が使えるようになるみたいな。ヨガの先生、女性の方でしたけど、足蹴ってみてっつって、この木のポーズの間で足蹴ってみても大丈夫でしたからですね。だから、実はもうすごく無駄な力を使って立ってるし、無駄な力を使って動いてるっていうのを、ヨガの中で勉強してくださいみたいに言われて、それでそこに通ってた時期があるんですけどね。リラックス、脱力に関して、この間やったのはどちらかというと、パーツを抜く。今肩上がってるから上げられるじゃん。そうじゃなくて、例えば、このパーツを抜く話をちょっとこの間やっちゃったんだけど、そうじゃなくてもこれ、
あ、ぶつかるよね。うん、ドーンとぶつかってきたら。そうそうそう。ガッと多分押せる。うん。押す力の量は別として、押す対象があるはずと思う。なんか押しにくくなったでしょ。ここを立てる。まず中心が立ったので、ここがリラックスできる。その座骨を立てるっていうのは、要は体って背骨が S 字になってるっていうか、その場合ってその尾骨はこう外側に向いてるのを内側に含ませるっていうイメージなんですか？それとも内側になってるのをちょっと外側にっていうかまっすぐ突きさせるっていうイメージなんですか？ごめん、尾骨までは意識してないですね。今はもうもう横から見て、できるだけ、今、足があるから座骨は床にはつかないけれど、イメージとしっかりこう、立ててですね。で、呼吸満たして、ちょっと、ぐっとむさです。これなんとか上げじゃないよ。これ、別に合気上げがしたいわけじゃないですよ。今わかるよね、俺姿勢悪いの。だから、座骨に乗って背骨が立って、呼吸が肋骨の中近く、もう今見せて。なんていうか、手がリラックスできる。横から見てもらって、グッと来て、これで、リラックスできないところが体中至るところに力の塊ができてしまう。で、じゃあってんで何も抜いて、これもまた何もないでやられるから、真ん中は立って、イメージとしては起立スッとして、で、あと楽になったから、はい。別に。これで上げられる、何もでも上げられるって話じゃなくて、自分が楽になって、手足が使いやすくなる。じゃあその解剖学的に骨とかそういうのをどうにかしろっていうよりかは、イメージとしてまっすぐ突き刺さってる状態っていう。そうですね。強いて解剖学的なことを言うと、肋骨、しっかり呼吸ができる。これで、これね、特に、実はこの2週間ぐらいそうなんだけど、すごく呼吸が楽になったんですよ。でちょっとね、これをシェアしたい。だから、ごめんね、普通の呼吸法でも、普通の呼吸でいいよ。これでやっぱり息苦しいんですよね。ちょっと声のトーンも変わってると思うんだけど、これで今、俺の背中側の肺は潰れてるというか、こうやら当然前も潰れるから、そうじゃなくて、これで今、私の肺は、すごく楽。なんか空気がいっぱい入ってる状態。今ちょっとね、ここは、ちょっとね、すいません、私のどっちかというと中丹田を意識するタイプなので、こっちの下丹田の方の意識ってちょっとあんまり実はよくわかんなくて。今は、この呼吸がどれだけ楽になるか。それをリラックスって表現していいかどうかはわからんけど、まあ、本当に呼吸が楽になる瞬間があるんですよ。それが最近ちょっと気持ちよくて、めちゃくちゃこれが気持ちよくて、この状態を失いたくない。もう失わずに動きたい。これを、こうやった瞬間に、めっちゃ息苦しくなるし、力もぶつかってくるから、この状態でスッと動いていたいなっていう。この状態でスッと動いていたいなって。なんかやるたんびに、もう今息が苦しい。じゃなくて、この状態で、この心地よさをシェアしたい今日この頃で。すいません。ありがとうございました。はい、ということで、座骨刺してみました。はい。はい。
難しかったですか？コツというか、感覚一回つかめば、なんか、あ、これかっていう感じはあるんですけれど、それまでがなんか、よくわからんって感じですよね。先生、今、内田さんも言われたように、なかなか初めの感覚つかむのが難しいのかなと思うんですが。そうですね。感覚の稽古だから、まあ、いつもそうなんですけど、感覚の稽古だから、パッと来ればすぐできちゃう。もう段とか級とか関係なくて、感覚が来ればですね。その感覚が来ないと、やっぱ、なかなかちょっとこう、わからないですよね。なんか、テクニックではないところなんかな。技をやってる最中とか、型をやってる最中も、やっぱりしっかり真ん中は立てて、でも、なるべくリラックスしてっていう。そうですね。まあ、本当はその通り、脱力とかリラックスをもうちょっと細かくやっていくのに、まあ、根本として真ん中がしっかり立ってるから手足が楽にできるっていうか、まあ、中心がしっかりしてるから末端の仕事ができる。中心がしっかりしてなかったら、末端はそれを支える仕事をしないといけないので、っていう、まあ、まずそこから入って、まあ、あと具体的にその2強とか3強とか使って、ちょっと力抜いていく訓練とかね、をちょっとやっていきたいなと思って。コメントでもいくつかリラックスとか脱力についてのご質問はありましたけれども、まあ、一つの参考にしていただければと思いますので、皆さんも稽古の中で一度やってみてください。それでは今回はこれで終わりたいと思います。よろしければいいねボタン、それからチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。ではまた次の動画でありがとうございました。